ゆたおです。今回はポケモン SV の草子三家、みんなのアイドルマスカーニャについて考察をしていきたいと思っています。はいどん。5分でわかるマスカーニャのすべて。素早さ所属値123でめっちゃ速い。環境トップの代名詞、タイプ変更特性の変幻自在を持っていて、しかもシーズン1だと草アークが結構環境に刺さっている。特性は新緑と変幻自在で、変幻自在が売りだと思うんですけど、 SV から弱体化してて、タイプ変更は最初の1回だけになっています。しかも1ターン目にテラスタルした時はタイプ変化できないので、1ターンでタイプ変化してタイプ1テラワースと高火力バーンみたいな動きはできなくなっています。なので技を打ち分けたい場合は新緑も全然候補に入ってきますね。素早さ関係、素早さ速値123はかなり速くて、今解禁されててメジャーどこだとこれより速いのはドラパルトくらいですね。今解禁されてないポケモンだとパオジアンとか羽ばたく髪とか鉄の包みとかがマスカーニャより速いんですけど、十分マスカーニャくん速いですね。じゃあマスカーニャくん最速にするのがいいのかっていうと、実はそうでもないかもしれなくって、基本速いポケモンって素早さマックスに振るのが一番いいと思うんですけど、今の環境だと成果構成なくても努力値だけ振ればほとんどメジャーどころは抜けるので、意地っ張りとかの補正なしの性格でいいかなっていうふうには思います。トノロクツキとか鉄の神戸とか解禁されると最速の方がいいかなってなりますけどね。技の紹介していきましょう。まずなんといっても専用技のトリックフラワーですね。マスカーニャくん攻撃出力値の方が高いんで基本的に物理型なんですけど、トリックフラワーは必ず急所に当たるので威力は 1.5 倍で実質115、しかも必中です。意地っ張り攻撃特化でガブリアスを2回で倒すぐらいの火力が出るので、アタッカーとして最低限の火力は持っています。防御特化の巨人くんも2回で倒せるぐらいの火力は出るんですけど、実戦だとテラスタル切られることも多いんで、そこは要注意ですね。悪技の候補、畑落とすか不意打ちが基本で、どっちかは必ず欲しい。素早さ高くて先制技の必要性が低めなんで、道具を落とせる畑落とすが基本かなとは思うんですけど、不意打ちもなんだかんだ便利なんで、両方採用するってのもあり得ると思います。ただ火力的には弱点ついても一撃で落とせなかったりするんで、火力アップアイテムかアタックテラスタルが欲しかったりします。サブウェポン、この辺りはパーティーとか環境に合わせて選んでいきましょう。今だとじゃれつくと格闘技ってのが多いのかな。ただサザンドラくんとかめっちゃタイプ変えてくるので注意は必要です。格闘技今だと土下座意識ですけど、この後も強い悪タイプが解禁を待っているので重要な技になってくると思います。壁を壊せる瓦割りは便利なんですけど、ケタグリだとサザンドラに威力が出るので、鋼テラスタルを使ってきても大丈夫みたいな動きをすることができます。もちろんテラバーストも候補に入ってきます。炎は草ポケモンに持たせると技範囲が広くなりますし、あとは4倍弱点狙って氷とか岩とかですかね。あと炎は相手のフェアリー技を半減できるのが有用だったりします。他の攻撃技の候補、トンボ返りは普通に有用ですね。他の技は今のところびっくり技っていう感じですけど、環境次第ではあり得るかなっていう感じだと思います。補助技挑発を覚えるのは優秀、トリックもこだわり系と相性がいいですね。トリックルーム、マスカーに速いのでありえないと思うかもしれないんですけど、トリックルームって高校でトンボ返りして後続につなぐみたいな動きができたりします。あと毒菱も覚えられて、ここに書いてないですけど巻き菱も使えるので起点作りもできたりする器用な子です。最後一応特殊技で、最低限特攻あるので特殊型もありえなくはないんですよね。リーフストームで巨人くんが高確率で吹き飛ばせます。耐久面完全にペラペラではないけどかなり柔らかい。タイプ不一致でも抜群疲れると厳しい。高火力ポケモンの高火力技も無理。ただ高火力ポケモンでも普通の技で1回で落ちるようなことはないです。持ち物よく使われているのはこだわり鉢巻きと気合の助けでしょう。変幻自在が1回しかタイプ変更できないので、こだわり鉢巻きでタイプ1で1回殴って引っ込めるっていう動きが強いです。気合の助けも耐久足りないこの子には合ってて、ヒットポイント少ない時に草技の威力が上がる新緑と相性がいいです。あとは命の玉達人の帯でちょっと足りない火力を補強するとか、こだわりスカーフでドラパルトとかも抜けるようにしたり、びっくり特殊型ならこだわりメガネを持たせたりですね。まとめてみるとこんな感じ。基本は攻撃素早さぶりの物理アタッカー。技はトリックフラワー、悪技とあと何か。他にも起点作りやびっくり特殊型もなくはないです。はい、だいたい5分。はい、対戦やっていきましょう。マスカーニくん、今回命の玉の新緑アタッカー。不意打ちが意外に欲しい場面があったので、叩き落とすと両採用です。
じゃれつくないけどサザンドラ相手には北栗打てばいいやって思っています。マスカーニャくん先発で使われることが多いんですけど、今回は他のポケモンで荒らした後に命の玉の効果力を押し付けていきたいっていう感じです。で、お相手は水ポケモンが多い。で、マスカーニャくんいる。マスカーニャくんこっちに刺さってるから出してきますよね。で、出してくるんですけど対策が全くされていない。これどうしよう。お相手がマスカーニャ活躍させてくれれば紹介できてそれでいいのかな。さっきまで弱点保険海流でマスカーニャを変えるうちにしてたんですけど、パーティー変えちゃったんで対策はできていないと。とりあえずラッキーから行こうかな。マイクラくんと月光ニャくん、マスカーニャくんですね。これで行きましょう。対戦よろしくお願いします。お相手ナミイルカいるとナミイルカが先発に出てきがちなんで、マスカーニャとかと合わせていくといいかもしれないんですけど、今回はマスカーニャ後ろから出したいんでできてないって言って、やっぱりナミイルカが来てしまうと。とりあえず電磁波からでいいかな。電磁波クイックターン、そりゃそうです。イルカマンは一回引っ込めるとマイティチェンジでマイティフォロムに変わってくるので、最初に出してクイックターンで戻っていくことが多いです。マスカーニャ耐久ないんで、耐久あるポケモンと組ませた方が個人的には使いやすいですね。ちょっと今回の選出極端ですけど、で、ここで出てくるのが何が出てくるかっていう感じなんですけど、マスカーニャ、頼れる相棒マスカーニャ。マスカーニャ出てきた。電車。マスカーニャくん、これで結構機能停止できるんじゃないかなと思うんですけど、マスカーニャくん、ただ格闘技持ってそうなんですよね。格闘技持ってると今回格闘技が1000人と抜群なんでどうしようもないっていうことで、ここはマイル打っちゃいましょう。トリックマスカーニャ。エスパータイプに変わっていくタイプ。おっと、マスカーニャくんが強いところはお相手が紹介してくれる。これは助かる。こだわりスカーフ。そうなんですよね。こだわりスカーフマスカーニャが結構増えてるっていう噂なんですけど、で、こちらは甘えるをしていって、ここ多分ナミルカ出してくると思うので交代していきたい。マスカーニャくんこうやってやっぱりトリックしてくる方も強いですよね。ラッキー戻って、おっと、これは相手交換してないかな。攻撃下がってるので交代したいかと思ったんですけど、トリックフラワーで攻めてくる。トリックフラワーだと確定急所なので攻撃ダウンの影響なしで殴ってきますね。ただ変幻自在でエスパータイプになっているのでタイプ1じゃなくて威力はこんなもん。これが今作の変幻自在ちょっと弱いとこなんですよね。畑落とすを打っていきましょう。イルカマンはここでは出せないと思いますね。で、お相手エスパータイプに変わってるのでこれは一撃でしょう。よしよし、マスカーニャ対決を制していく。こちらが新緑なのがバレましたね。変幻自在もいいんですけど、悪技を中心に攻めたいマスカーニャなので悪タイプが消えないように新緑にしています。イルカマン出してくる。おっと、イルカマンこの対面で出してきちゃうのか。タイプ的にはガン有利ですけどね。トリックフラワー打っていきましょう。命の玉のトリックフラワー。イルカマンって結構水テラスタルが多いイメージなんですけど、テラスタル切って他のタイプに変わってくるとかあるのかな。命がイルカーニャ。イルカーニャじゃない。イルカーニャってなんだ。で、ここはタイプはテラスタルは水ですよね。そうですよね。さすがにこれでジェットパンチされてもまだ落ちないと思う。ジェットパンチイルカマンの専用技で攻撃力の先制技ですけど、命の玉のマスカーニャをさすがに落とせる。よしよしよし。急所に当たったって、これは急所は確定急所なのでラッキーじゃありません。命の玉マスカーニャの強さを見せていく。不意打ち今回使わなかったですけど、イルカマンみたいな先制技持ちに使うことがあるんですよね。巨ジオンくん、ここは巨ジオンくんタイプ変えてくるでしょうね。ここはタイプ変えてきたの見てから動きたいかな。叩き落とす打ちたい。ちょっとテラスタル切りたいくもあるけど、テラスタル誰に切ろうかな。この状態だとテラスタル切る相手がいないですね。巨ジオンくん飛行テラスタルなんで、巨ジオンくん相手にテラスタル切ることはないので、ここはもうこのマスカーニャでテラスタル切っちゃいましょう。叩き落とす。
あ、何やってんだろう。さっきお相手テラスタル切ってたじゃん。お相手はもうテラスタル切れない。このタイミングめっちゃテラスタル切られるので、テラスタルされてもいい動きをした方がいいんですけど、さすがに相手がテラスタル切れないときはそんなことしなくていい。テラスタル先落とすが、いいダメージ。そう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 、食べ残しを落としたかったんですよね。叩き落とすは相手の持ち物を落とせる便利な技。ボディープレス型か。ボディープレスは防御の高い方が威力が出るので、防御が高い巨人君向けの技ではあるんですけど、できれば持っていてほしくなかった。いやいやいや、まあまあまあ、食べ残しを叩いておいたのは大きいから、これはこれで悪くない。身代わり打っていきましょう。今回普通の巨人君より少しだけ素早さ振ってるので、先制はできると思うんですけど、どうでしょう。先制はできた。身代わりが現れて、ボディープレスだと身代わり壊れちゃいますね。塩漬け打ってくれるとありがたかったんですけど、てか飛行テラスタル残しておけばボディープレス半減でここで身代わり残せたな。塩漬け打ちましょう。これはなんか困ったことになってる気がする。いや、ボディープレス、まだ耐える。まだ余裕で耐える。よしよし。塩漬けは相手に毎ターンダメージを与えていって、こっちは食べ残して毎ターン回復していくので、まだ有利なはず。こっから地割れ打っていきましょうか。地割れの回数やっていきましょう。当てていく。よしよし、ちょっと最後ぐだっちゃったんですけど、マスカーニャくんいいとこ見せられたんじゃないかなと思っています。パーティーに合わせていろいろカスタマイズできると思うので、皆さんもぜひ使ってみてください。対戦ありがとうございました。今回はここまでです。またね。